隠された歴史の真実を探る平尾歴史チャンネル、ご覧いただく皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。さて、徳川家康という男、第17回は小牧長久手の戦いでお話しさせていただきます。信長の次男織田信雄と徳川家康が秀吉を相手に同盟を結びました。で、天正12年2月、信雄に泣きつかれた家康がその返礼として使者を清洲城へ送ります。重臣の酒井重忠ですね。で、ここで秀吉対策の同盟が結ばれるわけです。織田徳川同盟。はい。で、宣戦布告なんですが、家康と同盟を結んだ織田信雄は強気になりましてね、自分を裏切って秀吉になびいた3人の家老を粛清するわけですね。で、それが秀吉への宣戦布告になるわけです。天正12年3月6日のことですね。で、それを受けて家康は浜松城を出て岡崎城から清洲城へ乗り込んでくるわけですね。で、いよいよ小牧長久手の戦いが切って落とされるということです。はい。それで3月13日ね、家康が清洲城に入りまして、信雄と作戦会議を開くわけですね。これは愛知県清須市にあります清洲城の画像でございます。はい。その後、家康は小牧山城へと入城いたします。で、この戦いの本拠地とするわけですね、家康の。で、小牧山城、これは私が自分で行って撮ってきた画像なんですが、その天守閣へ登る道には徳川家康本陣の地から三つ葉狩りの門が立っている登り旗がはためいております。家康本陣の城です。はい、それで小牧山城に入った家康はですね、戦に備えて城郭を補強整備するわけですね。で、小牧山城というのはそもそも美濃国斎藤氏を打倒するためにですね、清須から信長が小牧移って築いた城でございます。で、その時に信長が築いた土塁なんかが今でも残っておるんですが、さらに家康はそれを補強して家康構築の土塁と信長構築の土塁比較して写しておりますが、これも私が自分で撮影した画像でございます。はい、これで信雄家康の動きを把握している秀吉がですね、大阪城を立って犬山城に着任します。3月27日。家康に遅れることほぼ10日ですね。これが愛知県犬山市。この犬山城天守閣は国宝でございますが、この城に秀吉が入っていたかと思うと感慨無量でございますね。全く本当に感慨無量。こういう国宝として残している、これもすごくすごいことだと思いますね。はい。で、この時の両軍配置図なんですけどね、赤字がですね羽柴秀吉軍、青字が織田徳川連合軍の配置図です。で、秀吉は大阪城から瀬田城、犬山城へやってくるはずですね。で、瀬田城というのはですね、琵琶湖の南の端南端にあって、滋賀県大津市で、この瀬田城にはね、
当時浅野長政が城主としておりました。一方家康はですね、浜松城から岡崎城、そして清洲城に入って信雄と、作戦会議を開くわけですね。で三井重吉城から小牧山城に入るわけです。で清洲城と長島城というのは織田信雄の本拠地ですね。そういう形になって犬山城と小牧山城で睨み合うわけです、秀吉と家康が。で赤字の長久手で最大の激戦が展開されるということになります。はい、で激戦の長久手の戦いなんですけども、徳川織田連合軍、家康が3300人、重臣の井伊直政が3000人から織田信雄が3000人、9300人ですね。で秀吉勢が池田元助、それから照正兄弟、これが4000人から森長吉3000人、池田恒興2000人。池田恒興はその池田元助、照正の父親になります。ほぼ1万人が激突するわけですね。今足し算して2万人が。それで秀吉側の池田恒興と元助から森長吉と大将3人が討ち取られちゃうわけです。で死者は家康側が600人以下、秀吉側が2500以上。この戦いに関して言えば、家康信雄側が圧勝したという、そういう形でございますね。ところがそこで黙ってないのが秀吉なんですね。で反撃に出るわけです。で家康は手強い、信雄ならなんとかなるだろうと秀吉はそう考えるわけですね。ほんでそのしばらくして蒲生氏郷に命じて信雄の伊勢の壁城を攻略させると、信雄自分の市場を移されちゃったもんだから、もういっぺんに弱気になっちゃって、もうほらこんな戦争なんか戦なんかどうでもいいや。もともと信長の次男で、何と言いますかお坊ちゃま育ちですからね、軟弱なお兄ちゃんです。ですからもう一発脅しをかまされて、もうふにゃふにゃとなって、じゃあ俺もう秀吉と講和するわ、そういう話なんですね。で自分の領地も取られて、で家康に黙って講和しちゃって、で家康は呆れて、もうやっとれんなそれが本心だと思いますね。で三河の岡崎から浜松へ帰っちゃうわけです。はい、で織田信雄は秀吉に降伏するというか講和するんですが、家康はまだそれで講和の使者として秀吉は義理の弟である浅野長政を家康のもとに派遣いたします。岡崎城から浜松へと浅野長政が向かうわけですね。ここでこの交渉は長引くんですけども、結局この交渉を何度も繰り返して信頼関係を築き上げるわけです。で結局家康の嫁さんが死んでしまった。家康は正室の綱を自分で殺してますので正室はいなかった。で秀吉の妹の旭姫と縁談結婚させるということですね。でその代わり家康の次男を荻丸というんですけども、秀吉の養子、要するに人質交換ですね。ということで、そういう講和条件をまとめ上げる、ものすごい信頼関係を築き上げたということでございます。はい、以上のお話はですね、次女徳川家康という男と
浅野長政関ヶ原の戦いを仕組んだ男に詳しく書いておりますのでご覧ください。はい、隠された歴史の真実を探る平尾歴史チャンネル。次回は豊臣秀吉という男でお話しします。徳川家康という男はここで一旦中断いたしまして、次回から豊臣秀吉とについて語らせていただきます。で、序章として誰もが知る大英傑ということでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。